取れた。こいつにカシャンとはめ込むわけ。あ、超簡単にはまった。ワイパーが新品になった。ああ、オッケーオッケー。完璧。この角も取りたいな。出たこのすぐひっつくやつ。ニスを乾かしてる間にちょっとね、これ前からやりたいと思ってたんですけど、この引き出しの中がね、もうぐっちゃぐちゃなんですよ。仕切りが何もなくて、ただ全てをこの中に放り込んでるので、すぐぐちゃぐちゃになってしまうので、ここを整理したいと思います。片付いたっちゃ片付いたけど、なんかまたすぐバラバラになりそうな気もする。まあちょっとしばらく使ってみましょう。オッケーオッケー。ちょっとツヤが出てきたかな。こいつを乾かす間にまだまだやりたいことがいろいろあって、FF ヒーターのリモコンなんですけど、固定されてないのでどこそこ行っちゃって探したりがいつも結構めんどくさいんで、パシッと固定しようかなと思ってるんです。こんな感じで固定したいイメージ。猫がこっち見てる。バイバイ。ツヤが出てきてる。すげえマット化した映像で伝わりにくそうだけど、もう一回ぐらい塗っとこうかな。
テーブル完成だ。テーブルこれでよしとしよテーブル結構やってるよね。う。結構やった。なんかこれだけさ、ニスとかちゃんと塗るんだったら、もうちょっと綺麗な板使えばよかったなとかも。意外とこだわってる。うん。余った板で作った。お茶入れる。あと何やんの？あとはカーテン作りを残すのみとなりました。おう。えいこれ結構前から思ってたんですけど、ここ棚のこの部分にちょっとカーテンをつけたいなと思ってて、っていうのがですね、今ブルーティー置いてるんですが、電源がオンになってる間ここに表示が出るんですね。今外明るいから全然気にならないと思うんですけど、これが暗くなると、はい、こういう感じで、この映像で伝わるかわかんないけど結構明るいんですよ。なので寝る時に気になるっちゃ気になる。じゃあ電源オフにすればって思うかもしれないんですけど、これで冷蔵庫を動かしてるのでそれはできないんですね。それでここにカーテンをつければいいんじゃないかなって思ったわけです。どうしたの？足がしびれた。あらららら。なんか足しびれたんやばくね。できたー。ボンゴのカーテンがほらこんな感じになるイメージなの。すげえじゃん。閉じた時こんな感じ。このね木の感じがボンゴに合うかなとここ思って。になんか棒通すってことか。そうそう棒っていうかカーテンコードああ、ワイヤーみたいな。そうそうそう、ここにこう通してこうかかってて、ああ、いいね。仕上げてやる。そうちょっとそこずれたからごまかしたの。クオリティがすげえ。本当やった。このカーテンワイヤーを使ってカーテンを固定しようと思ってます。これはね100均のものなんですけど優れもので、これ自分の好きな長さに切って使えるんですよ。うん、いい。これでカーテンを通せば OK ってことになりますね。ここにコードを通します。
できた。めっちゃイメージ通り。この端にはこういう感じでタッセルをつけてまして、使わないときはこうくるっとこうやってこう巻いて寄せておくっていう感じですね。遮光性は十分ですね。この生地は遮光1級の生地を使っているので、しっかり光は通さず。あ、遊びに来た猫が。